いやいやいや、もう何もできない。What's up? ムーディエクスプローラーズの健太郎です。今回は α7R3 と R2 それぞれの性能を比較してどちらを買うべきなのかお話ししていきたいと思います。下の概要欄からそれぞれの項目まで飛ばせるようになっているので、好きなところまで飛ばしてぜひ動画を見ていってください。それでは行ってみよう。結論から言うと α7R3 を圧倒的におすすめします。値段はソニーストアの税込みで R3 が36万2868円、 R2 が21万9801円になります。値段にかなり差がありますが、それでも R3 をおすすめする理由を実際に使用してみて特に気になった性能5つを比較しながら解説していきたいと思います。まず1つ目、電池持ちの違いです。 R3 の電池は R2 の電池の 2.2 倍の容量があります。数字だけ聞くとそうでもないように思うんですが、これが本当に大事で、実際によくあるんですが、僕の兄が R3 を使っていて、僕が R2 を使って同じ場所でそれぞれ撮影していて、兄が持っている R3 がようやく電池1個を消費し終わった頃に、僕が使っている R2 の電池はもう2個目の残り 30% とかなんですよ。いやいやいや、もう何もできない、何も取れないです。はい。なので後半はモバイルバッテリーをポケットに挿して、それをカメラにつなげて充電しながら撮影しています。次に2つ目、 HLG 撮影が可能か否かについてです。これは動画のみに限られる話なので、もし写真しか撮らないよっていう方はこの項目飛ばしていただいて結構です。 R3 は HLG 撮影が可能で R2 はそれができません。じゃあ HLG 撮影のどこがいいのか、おすすめするポイントを少しだけお話しさせてください。全部で3つあって、1つ目、カラーグレーディングのしやすさ。2つ目、ISO が100スタートであること。3つ目、ラットの種類が豊富で、そしてカラグレの勉強がしやすいということです。僕個人的には1と2をめちゃくちゃ推していて、1のカラグレのしやすさについては、コントラストやサイドの数値を少しいじるだけである程度いい感じの色味になってくれて、僕のようなカラグレ初心者にも優しいということと、2つ目の ISO が100スタートということについては、動画の明るさを上げたりとかカラグレをやっているとどうしてもノイズが出てきて画質が落ちます。そういう時にやはり ISO 感度は低い方が断然いいですし、また HLG 撮影のできない R2 の方は S-Log 撮影という方法で撮影していますが、その機能だと ISO 感度が500とか800スタートのものしかなくて、画質を上げたくても上げれないという風になっています。ここが本当に僕個人的に大きな差だと感じています。はい、少し話がそれましたが、今ご紹介した理由から HLG 撮影がおすすめで、映像制作を1ミリでも考えている方は R3 の購入をおすすめします。性能の違い3つ目、動画写真の読み込み速度の違いについてです。これはシャッターを切ってから撮れた動画写真を確認できるようになるまでにかかる時間で、 R3 の方がほんの数秒早いです。これはほんの数秒の差ではありますが、夕暮れ時などの時間との勝負という時の撮影だったり、クライアント様からいただいている撮影依頼で撮影時に毎回撮れた写真を確認する時のような大事な場面で目立つような差のように感じます。4つ目、取っ手出しの色味の違いについてです。特に朝日や夕焼けの撮影時にその違いが出ていて、具体的に言うと R3 の方はオレンジ色に映りますが R2 の方は黄色く映ります。僕個人の感想としては、編集で自分好みの色味に変えることができるためめちゃくちゃ不便な思いはしていませんが、編集をあまりしないという方にとっては気になるポイントではないかなと思います。最後に5つ目、これは完全に R2 の欠点です。ファインダーと背面モニターの切り替わりの敏感さについてです。 R3 の方は適切なタイミングで切り替わってくれますが、 R2 は敏感すぎてすぐに切り替わってしまいます。こうカメラを顔に近づけるとセンサーが反応して背面モニターからファインダーの中の表示に切り替わりますが、 R2 は敏感すぎて全くファインダーを覗いていないこの辺の距離でファインダーが反応してしまうみたいなことが頻繁にあります。
例えばローアングルで動画を撮影していて、ちょっと自分の体側にカメラを引いた時にファインダーが反応して背面モニターを見れなくなるみたいなことがあります。はい、ここからは購入前まで気になっていたけど実際使用してみてそんなに気にならなかった点について7つお話ししていきます。1つ目、大きさについてです。 R3 の方が若干大きく、ほんの少し握りやすいのかなというふうに思います。2つ目、手ブレ補正についてです。 R3 の方が 5.5 段分、 R2 が 4.5 段分ということですが、僕自身 R2 を使っていて今のところそんなにめちゃくちゃブレるなとかはないです。3つ目、タッチパネルの有無についてです。 R3 の方はタッチパネルがついていますが R2 にはそれがついていません。これもあるといいんでしょうが、ない状態にもう慣れましたね。4つ目、可能連写枚数についてです。 R3 はローデータで連続79枚の連写が可能ですが R2 は23枚ということです。個人的に79枚も連続で写真を撮ることがないので、23枚で満足かなというふうに感じます。正直23枚も多いように思います。5つ目、 SD カードを挿せる枚数です。 R3 は2枚挿せますが R2 は1枚しか挿せません。仕事でもしカメラを使う場合はカード2枚の方が良くて、例えば片一方がメモリがいっぱいになった時にもう片方にすぐに記録できるようにであったり、2枚同時に同じ内容を記録してトラブルを防いだりということが可能です。もし趣味の範囲でやるということであれば全然1枚で問題ないのかなというふうに思います。6つ目、背面モニターの解像度の違いについてです。 R3 は144万ドット、 R2 は 122.8 万ドットということですが R2 の解像度で特に不満は感じていないです。特にファインダーを除いた時との差もあまりないように思います。最後に7つ目、オートフォーカス性能の違いについてです。 R3 はコントラスト検出方式425点ということですが R2 の方は25点になってます。若干オートフォーカスが弱いのかなっていう風に使っていて思いますが、僕の場合はピントを合わせたい場所を手動で決めることが多いので今のところあまり不便だなという風には感じていないです。はい、いかがだったでしょうか。写真だけの人は α7R2 を、動画もやりたいという方は α7R3 をとも思ったんですが、僕個人の感想としては写真オンリーという方でも電池持ちや色味の違い、夕日が黄色くなるやつですねとか、ファインダーとモニターの切り替わりの敏感さを考えると R3 を買っておくことに越したことはないのかなと思います。僕自身は少し我慢してお金を貯めて R3 の方を買っておけばよかったなと今すっごい後悔してます。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回お話しした内容は僕個人の感想が強いため全部が全部皆さんに当てはまるとは限りませんが、少しでも R3、R2 で悩んでいる方の参考になればなと思います。チャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。評価はグッドでもバッドでもどちらでも嬉しいです。またメンバーそれぞれムーディーな写真をインスタで上げてるのでぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。